こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、怪しげで美しいイラストですよね。小焼さんの作品で、タイトルは彼岸花。かっこいい女の子を描きたくて、彼岸花をモチーフにしたオリジナルイラストを描きました。顔を引き立たせたくて、背景に大きな彼岸花を置いたのですが、改めて見るとなんかインパクトが足りないような気がしています。とのことです。はい。いや、何よりも顔を目立たせたくて彼岸花を背景に置く。顔周りに派手な色を集中させてインパクトを持たせようとする。そういった作戦を立てながら分析的にアプローチする小焼さんの取り組み方、とてもね、素晴らしいと思いました。実際にかなり的を置いたアプローチの仕方だと感じました。ただね、小焼さんもおっしゃっているように、なぜか思ったよりもインパクトが出ていないように感じる。それもね、間違いない事実です。これですね、絵に対するアプローチの仕方って大きく分けて2種類あって、1つ目は感覚的なアプローチの仕方ですね。ドビャーンバキャーンって感じにしようでイメージしながら、理屈はそこまで考えずに突き進むタイプと、それともう一つ、小焼さんはねこっちのタイプだと思うんですが、理屈でロジカルに考えながら顔を目立たせよう、だから顔の後ろにインパクトのある彼岸花を大きく配置するぞ、そういう作戦が先に来る描き方のタイプです。でね、この描き方どっちがいいのかっていうと、別にね、どっちでもいいです。どっちから出発しても良い絵にはできるからですね。ただね、仮に小焼さんと一緒でロジカルなアプローチを先に取った場合に気をつけてほしい点があります。それは感覚も置き去りにしないってことです。今回小焼さんは完成させてみたものの、あれ、なんか思ったような効果が出ていないかもって心で感じたわけです。理屈は合っているのに心にフィットしない。それはね、心で感じていることの方が正しいです。まだ何か解決すべき問題があるということなので、心にフィットするまで修正を重ねていきましょう。僕なりにこのイラストが抱えている問題を解決するとしたら、こうしますね。はい、まずは頭身を上げてみました。このイラスト結構演出が大人っぽい感じだし、格好もね割と大人っぽい衣装なんですが、顔が体に対して結構大きめなので、ちょっとね子供っぽい体型に見えてしまうんですね。もしねそのようにあえて描いているとしたら、それはそれでいいんですが、もう少し頭身を上げてあげた方が描いている内容としてはしっくりくるかもしれません。そしてさらに顔の傾きも調整します。はい、こんな感じです。これね、何が変わったかっていうと、変更前はですね、両目をつなげた線と両肩をつなげた線、これね全く平行ではないんですが、角度がそれほどついていませんでした。絵的にねインパクトを持たせたい場合には、コントラポスト、体重を片足にかけることによって生じる体の傾きを意識することです。これをね意識して傾きを変更すると、変更後の目と肩のラインをつなげてみると、ほら平行じゃなくて逆の傾きになっていますよね。こうすることで絵に動きが生まれてインパクトを強めることができるんです。あとね、まだちょっと子供っぽさが残っていたら、肩幅をちょっと広げてあげることも有効です。はい、こんな感じ。意外とですね、可愛い女の子を描こうとすると、顔が大きくなりすぎて自分が想定しているよりも子供っぽくなりすぎてしまうことがあるので注意してください。結構ね、これだけでもほらかなりね年齢が上がったのがお分かりいただけると思います。さて、形の調整は一旦ここまでとして、次は光の演出についての添削です。このイラストからインパクトがあまり感じられないのは、彼岸花の怪しい輝きと女の子のライティングがミスマッチなせいだと思います。例えばですね、こうするのもいいかもしれません。はい、一旦ですね女性の手前側に影を落として逆光気味にしてみました。これね完全に逆光にしちゃってもいいんですが、それだと必要以上に怖さも助長してしまうことになるので、顔の片方にも光が当たっているくらいのライティングにしてあります。
この方がね、口に指を当てて色気を出しているニュアンスも強調できると思います。さらにですね、暗く落とす部分も作って立体感を強調してみましょうか。やってみます。はい、こんな感じです。暗い部分にもね、段階をつけることで立体感を生み出すことができますね。あとはハイライト、このねハイライトも調整していきます。現在ついている髪の毛のハイライトは手前から当たっている黄色い光を反射してついているハイライトなんですが、黄色いハイライトってどうしても健康的なニュアンスが強くなります。このね絵の内容的には健康的というよりも妖艶で少し怪しい演出にした方がぴったりきそうな感じがしますから、あまり黄色を強調しない方が小宅さんの狙った効果が生み出せると思います。やってみます。はい、こんな感じです。あとはついでに言うと、光が当たっている肌色の部分、ここもですね黄色みが強いです。でここも同じ理由でちょっとピンクみがかった肌色に調整してみましょうか。はい、こんな感じ。そして次は逆に明るく持ち上げる部分も作ってみましょう。特に黒い服の場合、影だけをつけていくと全体的にね黒く潰れてしまって視認性が悪くなってしまいます。なのでこうします。はい、こんな感じ。どうでしょう。ちょっとね色を持ち上げただけで黒い服の部分かなりね形が分かりやすくなるでしょう。あとは演出としてはこのイラストの場合これを忘れちゃいけません。こうです。はい、後ろから差し込む強烈な赤のリムライト、これを入れることでかなりのインパクトをイラストに加えることができますね。人物にもね彼岸花の色を入れることで背景と人物が混然一体となってモチーフ同士の関連付けができます。このようにね演出がバッチリ決まると理論だけではなく感覚としても絵のメッセージを自然に受け取れるようになるんです。彼岸花の花言葉には思うはあなた一人、情熱といったものがありますから、あ、そうか、この人は画面のこちら側にいる人物に強い情念を向けているんだなっていうことが肌感覚として感じることができるようになるってわけなんです。さあ、それとちょっと口元に当てている手を少し調整しましょうか。はい、これですねちょっと細かいことなんですが、手についているシワや凹凸ってあるじゃないですか。それを線で描くのか影で描くのかって意外と重要な問題だったりします。線も影も使って描いちゃうとちょっとゴツゴツしたような感じになりますし、線は使わずに影だけで描いてあげたり、あるいは省略すると柔らかそうな感じになります。変更前はちょっと線で描いている部分が多かったので若干硬そうな印象が強いように思いました。なので線を省略して影で凹凸の表現をしてみました。はい、ちょっとだけですけどね少し柔らかそうな感じがアップしたと思います。さあ次は目ですね。目もねちょっと大きめなので、ほんの少しだけ子供っぽい印象が強めですかね。これも若干調整してみます。はい、こんな感じです。若干ね僕の好みも入っちゃったんですが、
目を少し小さめにしつつ、少し挑発的なニュアンスも追加してみました。あとね、もっと目力をアップしたい場合にはこういうのもありでしょうか。はい、目元に赤いアイラインを入れてあげると、さらに目のインパクトが増しますね。キャラによっては変になってしまいますが、この女性にはすごく合いそうな感じがします。最後に口元と鼻も調整します。はい、こんな感じ。唇もね、少し赤みを加えてあげると、より大人っぽい印象を増すことができると思います。さあ、そして最後に背景、彼岸花の部分です。彼岸花はですね、これあえてこうしてるのかな。いや、ちょっとパッと見ですね、正直彼岸花には見えなくて、っていうのはおしべとめしべがかなり太く描かれているんですね。意図してあえてこう描いているとしたら、これはこれでいいかもしれませんが、そうでない場合には彼岸花をもう一度ちゃんと観察しながら描いてみるといいでしょう。はい、まず一旦周りの太いおしべの部分を暗く落としていってと。そして花びらを描いていきます。はい、彼岸花はですね、一つの花に対して花弁が6枚ついているそうですが、割と塊としての印象が強い花ですから、あまり正確に数えながら描くというよりかは、全体の印象でね、描いちゃった方がいいかもしれません。それと、めしべとおしべですね、これを描いてみます。こんな感じですね。一つの花に対しておしべが6本、めしべが1本ということです。知識としてはね、知っておいても損はないと思いますが、ですがこの場合に大事なのは本数よりもむしろおしべの細さですからね。あまりこれを太くしてしまうと彼岸花という印象から外れてしまうので、そこをまずは注意してください。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。そんなにね、形自体は直していません。頭身を少しいじったぐらいだと思うんですが、結構ね、パッと見の印象変わった感じがしませんでしょうか。はい、今回の添削はインパクトを出したいんだけど、思ったようにインパクトが出なかった時の対処法についてお伝えしました。そういう場合にはイラストと演出が噛み合っていない場合が多いと思います。最初は特にですね、頭身も含めてですが、彼岸花が怪しく光っていて、その怪しい光を受けて逆光の中で色っぽい表情を浮かべている女性キャラクター、そういうね、演出がいいかなというふうに思いました。それと彼岸花についても遠巻きに見た印象でおしべとめしべの太さの違いを指摘しました。何かモチーフを描く場合にはね、太さや細さは印象に直結しますから、そこをよーく観察して印象がずれすぎないように注意しましょう。はい、それと今回は演出効果についてのお話でしたが、もっと今紹介したような演出のパターンを仕入れて効果的に絵が上手くなりたいという人もいると思います。そんな時にはこちらの動画、注目時短で上達のポイント5つ紹介しますをご覧ください。効果的な演出を短時間で習得していただけると思いますよ。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。